この綿棒で両鼻をね、グリ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 するんだって、自分で。で、2.5 センチぐらい突っ込んでくれって書いてあるんだけど、2.5 センチって結構あるよな。早速行きたいと思います。お久しぶりです。小沢です。今回は次の一人旅を2日後に控えているので PCR 検査を受けに来ました。で、今回一人旅する国はオーストラリアになります。もちろんね、オーストラリアも初めて行く国になるんだけど、僕のね、現時点のオーストラリアのイメージは、気候がいいっていうのと、動物がたくさんいそうっていうのと、なんか留学とかワーホリに行く人が多いっていうイメージぐらいなんだよね。だからね、現時点ではオーストラリアに関しては全然詳しくないんだけど、ずっと前から行ってみたい国の一つではあったので、今回のね、一人旅はオーストラリアに行くことにしました。で、今のオーストラリアの入国っていうのは州によって若干違うみたいなんだけど、基本ね、ワクチンを2回接種してる人っていうのはもうね、隔離がないんだって。だから前回のタイの一人旅に比べては、用意する必要書類とか予約とかっていうのが今回はね、若干は簡単だったかなっていうふうに思います。なので今オーストラリア入国するにあたって必要な書類だったりとかっていうのをちょっとね、説明できればなっていうふうに思います。今入国に必要な手続きっていうのは5つあって、1つはワクチン接種証明が必要になるのと、あとね、海外渡航用の PCR の陰性証明書、あと ETA っていう電子渡航許可、ビザになると思うんだけど、これもね、申請が必要で、あと DPD っていうデジタル入国申告書っていうのも、これもね、申請が必要で、最後に到着時に必要になってくる抗原検査キットっていうのが必要になってくる書類だったり、準備しとくものになるんだけど、でまずはワクチン接種証明、これに関してはご自身の近くの役所に行ってもらって、ワクチン接種証明をくださいって言えばすぐに取得ができるので、これは大丈夫かなっていうふうに思うのと、で今日ね、PCR 検査を受けに来てるんだけど、海外渡航用の PCR 陰性証明書っていうのが必要。今日来てるのが東京にある浜松町っていう駅にあるね、ちびっこの科学と遊び株式会社っていう検査所があるんだけど、ここにね、検査をしに来ました。でさっき実際に検査をしてきて、明日の夜の20時までにはメールでね、届くっていうことなんだけど、それをね、印刷して持っていくっていう感じかな。でなんでここにしたかっていうと、都内で最安で陰性証明書付きでね、7500円で出してもらえるんで、タイに行った時もね、そこで検査をしてもらったから、結構東京都内ではおすすめかなというふうに思います。で唾液の検査なんだけど、結構ね、唾液を出さないといけないのと、あとね、検査する30分前は飲食とかしちゃダメなの。だけどね、俺がっつりね、ラーメン食って行っちゃったからね、30分ちょっと待つ形になっちゃったんで皆さんはね、行く前は食事とか、あとコーヒーも飲まずに行くといいです。はい。ってのが、PCR の陰性証明書ね。であと ETA 電子渡航許可ってやつ、得たって読むのかな、ちょっと分かんないんだけど、そのビザが行くのにあたって必要なんだけど、これもね、アプリで申請ができるんだけど、必要事項を入力するぐらいだからそんなに難しくなかったかな。でちょっと複雑だったのが、次のね DPD っていうデジタル入国申告書っていうのも、これもね、アプリ上で申請をするものになるんだけど、これはね、渡航する1週間前から記入が可能なんだけど、今日僕が受けた陰性証明書の結果を入力する欄もあって、その部分に関しては、渡航前の72時間以内にしか入力ができないから、だから1週間前から入力できる部分と72時間以内で入力できる部分がちょっと分かれてるんで、この点だけ注意してもらえればなっていうふうに思います。で入力内容自体はそんなに難しいものはなかったんだけど、
ただね量が結構あるから余裕を持ってね入力される方がいいかなっていうふうに思います。で僕の場合なんだけどアプリがね全部英語なの。アプリだからさコピペして Google 翻訳ができなくて、で全部さ手入力とかしてさ翻訳してたんだけどやっぱ結構大変だったんだけど、でインスタのフォロワーさんが便利なアプリを教えてくれて、パパゴっていうのかな、パパゴっていうアプリがあって、これは写真を撮ってでそのアプリでスキャンすると英語が日本語にね、丸々変わるの。でこれがねめちゃくちゃ便利だったからすごくねその後はねスムーズに申請ができたんで、もし僕みたいに英語があまり得意じゃないっていう方はそのパパゴっていうアプリを使うとかなりねスムーズに申請ができるので、ぜひね参考にしてみてください。で最後に到着後にね抗原検査キットっていうので自主的に陰性をっていうのを証明する必要があるんで、ね、到着してから。でオーストラリア到着してから24時間以内にその検査キットを使って陰性が証明された時点で自由に行動ができるんだって。でその検査キットなんだけどオーストラリアの指定のものじゃないとダメで、僕の場合はね Amazon で購入ができたから事前にねもう購入しちゃってます。で今日持ってきといたんだけどこんなやつでね、でこれは一応オーストラリアのなんかその政府のホームページの中でこれは指定されてるやつに入ってたから、いくらだったかな、800円ぐらいだったかな、だったけど事前に Amazon で買っといたので概要欄に一応リンクは貼っとくんで、もしね必要な際はそちらもぜひ参考にしてみてください。で現時点でなんかね4月中旬ぐらいからは日本からオーストラリアに行く際の今日僕が受けた PCR 検査っていうのも不要になるっていうのもなんか発表されてるみたいだから、オーストラリアはね今後どんどん入国がしやすくなってくると思うので、僕はちょっと一歩先にオーストラリアの様子をねこの動画で撮ってお届けできればというふうに思ってますので、今日のね結果が陰性であることを願って出発当日を迎えたいと思います。ではねまた出発当日に動画を撮っていきたいと思います。はい、羽田空港到着しました。先日の PCR 検査の結果も無事陰性でした。これからね9時間半かけてオーストラリアのシドニーに向かいたいと思います。シドニーまでお手荷物1点ですね、お預かりしております。大変お待たせいたしました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。今回はアナで行きます。いらっしゃいませ。お預かりいたします。お待たせいたしました。いってらっしゃいませ。いらっしゃいませ。はい、シドニーキングスフォード空港に到着しました。こちらオーストラリアはあいにくの曇り空でございます。今ねオーストラリアは11時ぐらいで到着したのは9時半なんだけど、外にね出るまでに1時間半ぐらいかかったかな。でこっち着いてから必要だった書類っていうのは陰性証明書と DPD と、到着してからなんかね1個書類を名前とかパスポート番号とか泊まるとこどことかっていうのを記載する書類を書いてそれを提出する感じだったかな。
この後は24時間以内に抗原検査キットで陰性をね証明しないといけないので、一旦宿泊先に行ってでその検査をしていきたいと思います。あ、そうそう。でね、シドニーってこういったねオパールカードっていうのが、まあ日本でいうスイカみたいのがね、バスを使うにも電車を使うにも使えるみたいだから、これ買っとかないとな。Excuse me, can I get an adult card? Oh. Charge クレジットカード OK? Yes. How much is it? How much charge? 13? 35? 35? 35? Okay. Yeah, you can tap it. Yeah. Thank you very much. これがねオパールカードってやつなんだって。で35ドルをチャージしておきました。さあ、ほんでここにピッとして入れました。いいですね。オパールカードを手にしました。そしてテンションが上がってきました。どっちのあれに行くんだろう。セントラルステーション、多分こっちだな。とりあえず行ってみよう。オーストラリアの駅です。全く人がいませんでこのオパールカードって4種類ぐらいあって、この色が黒なんだけど、16歳以上のね成人の人っていうのかなは黒色になるみたいで、でねネット登録しとくとネットでねチャージができたりするみたいなんで、それもねうまく登録しとくといいと思うの。お、電車来た、電車来た、電車。こちらがオーストラリアの電車でございます。2階建て、2階建てなの。うわ、すげえじゃん。2階建てです。せっかくなので2階に行きます。乗りますよ。Doors closing. Please stand clear. 混んでたのでやめました。はい、無事ホテルに到着しました。ホテルにね向かう最中雨が降ってきちゃったから大変だったけど、なんとかホテルまで到着しました。で到着してから24時間以内にね、その抗原検査キットで陰性であることを証明しないとね、この後の外出はできないので、ちょっとねこの検査をしていきたいと思います。なんかねこの綿棒みたいのがついてるんだけど、この綿棒で両鼻をねグリ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 するんだって、自分で。で 2.5 センチぐらい突っ込んでくれって書いてあるんだけど、 2.5 センチって結構あるよな。早速行きたいと思います。なるわ。
グリグリしたやつをこのね中に30秒間水につけて回転させるんだって。こうやって30秒回転させたら、なんか下の方を押しながら5回ほど回転させで、これを一回蓋をして、こんな感じ。めっちゃムズムズする。で、このね検査ができるやつがこのね S って書いてある方にこの汁っていうのなんかを垂らすんだって。これね上が外れるようになるから、ここに4滴落とす。1、2、3、4。はい、垂らしました。これでね15分ほど待ちます。はい、15分経ってですね、こんな感じで検査の結果が出て、でこの C のところの一本線であればこれはね問題ないみたい。この紙にねちゃんとどういう形であれば問題があって問題がないのかっていうのも書いてあるので、これを参考にやってみてください。はい、ということで無事陰性だったので、この後はねちょっと雨が降ってるんだけど、近くをねブラブラしながらここオーストラリアの様子をね動画で残していきたいと思います。今後もこのチャンネルでは行ったことない国を一人旅していきますので、海外旅行に少しでも興味ある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では本日は到着したこちらホテルから終わらせてもらおうと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。